物はたくさんあるけど掘り出し物ないなぁ。ちょっと高かったり、パーツ欠品があったり。これは。カピラボ。皆さんどうもこんにちは。先日久しぶりにリサイクルショップ回りをしてきました。カピさんです。1日かけてリサイクルショップを回ったのですが、久しぶりすぎてかなりワクワクしました。今回行ったのは茨城と栃木あたり、ハードオフではないのですが、まず1店舗目に大型リサイクルショップに行ってきました。1店舗目のお店はワンダーレックス。ここはたまに掘り出し物がある程度なんですが、ここでかなり世代が新しいジャンク品を発見しました。それがこちら、B550 マザーボード。なんと現役世代のマザーボードがジャンクで5980円。しかも動作未確認とのこと。このマザーボードは新品なら約 1.7 万円くらいするお品。ヤフオクの中古相場でも動作品なら約1万円のお値段、と考えると動けば結構お得ですよね。袋越しではありますが、本体の状態は悪くなさそう。というかむしろ綺麗に見えるくらい、もうこれは買わずにいられませんでした。B550 じゃないけど、堅牢性はあの人もおすすめしてたしおそらく壊れてないはず、といつも通りの博打精神で購入してきました。今回はこちらの動作確認をしていきたいと思います。あ、そうだ、製品名の紹介を忘れていました。今回はアスロック、B550 スティールレジェンドとなります。ジャンクながら箱もしっかりついてるのはいいですよね。まあ、箱は破れてたり汚れてたりするんですけどね。それでは早速中身を見ていきましょう。さて、早速開けていきますか。中身はこんな感じ。ジャンクだけど付属品もついていますね。SATAケーブルが2本、ドライバー CD や結束バンド、ステッカー類が入った封筒、説明書が入っていました。付属品は以上で残りは本体。こちらも見ていきましょう。マザーボード全体の見た目はこんな感じ。細かい傷は見られるものの大きな破損などはありません。パッと見でわかるチップコンデンサの異常等もなさそう。問題なさそうに見えます。少し気になったのは CPU 部分の油染みみたいなの。この部分くらいですかね。これなんだろ。あとは作り的には大型のヒートシンクかと思ったらこの部分は分離してた。上がプラで下がアルミですね。ここのロゴはちょっとかっこいい。B550 ってこの電源周りかなりしっかりしてるよね。メモリスロットもちょっと確認。ラッチもちゃんとついているし、問題になりそうな汚れもないです。M ダッツや拡張スロット周りも目視では問題なし。ヒートシンクなどの欠品もないですね。IO ポート周りも大きな破損はなさそうですね。それでは目視確認はこのくらいで、動作確認をしていきましょう。まず、動作確認の CPU ハライゼン 55600X を使っていきます。一応サポートリストを確認してみたところ、BIOS バージョンが P1.2 以上なら平気とのこと。今回のマザーは P1.8 なので問題ないでしょう。次はメモリ、最小構成で確認するために DDR43200MHz のメモリを1枚だけ搭載していきます。あとは CPU にグリスを塗って、クーラーを取り付けしていきます。ファンのコネクタも忘れずに取り付けたらベンチ台に組み込んでいきましょう。最近ベンチ台を出していなかったのでめっちゃホコリをかぶっていましたがこちらを使用。ベンチ台あると検証環境組み込んでおけるから便利なんですよね。長尾さんのベンチ台もう1台買おうか悩んでます。あ、今回の CPU には映像出力がないので GT730 も搭載しておきました。それではこれで準備完了。早速動作確認をしていきましょう。では、HDMI も差し出し準備も OK。早速電源を入れていきましょう。とりあえずファンは回ってくれました。ジャンクで一番困るのがうんともすんとも言わないことなんですよね。なのでファンが回ってくれてよかったです。あとは映像出力があるかなんですが、多分初回起動なので再起動がかかると思います。とりあえずポストコードの LED は進んでるので、このまま倍速で見てみたいと思います。やりました。しっかりと映像出力がありました。やはりただの動作未確認品だったみたいです。動作確認環境がないお店だとこういうのがあるから美味しいですよね。CPU やメモリの認識も問題なさそうです。ではここからは他の部分も問題ないか確認していきましょう。
最小構成では確認できたので、メモリ等を増設してもしっかり動くか確認していきたいと思います。ストレージも取り付けてグラボもいいものに変えてみたいと思います。まずはメモリの増設。ここは 3200MHz の 8GB を4枚挿しておきます。これで OK ですね。あとは OS 導入のために M.2 ストレージも取り付けます。以前に SSD ガチャで入手したサムスンの M.2 を取り付けします。最近 PC を組んだり検証が増えてきたので、あの時3セット買っといてよかったと思ってます。あとはせっかくなのでグラボも強いものをつけて負荷に耐えられるかも試してみましょう。しっかりとスロットに差し込んで、補助電源も差したら準備は完了。それでは再度テストをしていきましょう。ではまずはこの状態で BIOS の確認をしていきます。起動してみたところ、メモリもしっかりと4スロット分認識されていました。メモリスロットも平気そうですね。では OS の導入もしていきましょう。OS の導入は長いので、カット。無事 OS の導入もできたので、ポート類が使用可能かも見ていこうと思います。まずは LAN ポートの確認。有線 LAN を接続してインターネットができるか試してみます。一応 Amazon に繋いでみたところ、しっかりと通信はされていました。有線 LAN のポートも問題なさそうですね。次に USB のポートの確認のために、キーボードのレシーバーをすべてのポートに差し込んでみました。全部のポートを確かめましたが、認識には問題はありませんでした。TP と HDMI も確かめようと思ったけど、おそらく大丈夫でしょう。ポート類も大丈夫そうなので、次はストレージ速度の測定をしようと思います。ストレージの測定にはクリスタルディスクマークを使用しました。計測をしましたが速度もしっかりと出ていました。ここも問題ないですね。あとは CPU に負荷をかけても問題ないかのテスト。これにはシネベンチ R23 を使用しました。10分間ベンチマークを回し続けた結果これも問題なし。ここまでチェックして問題なければ大丈夫でしょう。やったぜ。今回もラッキージャンクだ。って思ったんですが、なんか BIOS 上でのマウスの動きがカクカクする。これ、何が問題なんだろうと思い BIOS のバージョンを上げてみることに、USB メモリに最新 BIOS を入れてアップデートをしました。インスタントフラッシュから BIOS アップデートをかけてみると、ちゃんとぬるぬると動くようになりました。原因は何かわからないけれども治ったからよし。これで特別不具合という不具合もなくなりましたね。最終的にシステム全体での負荷テストを6時間回しましたが、エラーは一つも出ませんでした。ちなみに Windows 10のライセンス認証も通過していました。今回は結構いいラッキージャンク品だったんじゃないかなということで今回の動作確認は終了。5980円で感動品の B550 が手に入ったので良い買い物ができました。マザーのヒートシンクが白っぽいから、今度白目の PC なんかも組んでみたいかも。では、今回の動画はここまで。いつも見ていただきありがとうございます。それではまたバイバイ。久しぶりにガチで巡回したら疲れた。体力なくなってきたな。